外モンゴルと内モンゴルの政治的な分離っていうのが20世紀の頭の時点でも進んでいたというわけなんです。一つの国になるっていうのはやっぱりちょっともう現実的ではないだろうなということは思います。現代のその国際社会だとそうやって秩序を強制的に書き換えようっていうのは難しいですよね。できる世界史専門チャンネルです。今回はモンゴルの歴史についてお話します。現在モンゴルはウランバートルを首都とするモンゴル国と中華人民共和国内の自治区である内モンゴル自治区があります。いわばモンゴルは2つに分割されている形になってまして、現在目立った統一運動っていうのはないんですけれども、かつては統一を目指す動きがありました。なぜモンゴルは2つに分割されているのかという点を今回は解説したいと思います。かつてユーラシア大陸を席巻した、強大な軍事大国モンゴルというのは17世紀ぐらいから衰えていって、満州民族が建てた清朝の支配下に入っていきました。モンゴル高原のうち比較的北京に近い地域ではモンゴルの軍人が清朝の軍事力の中心的存在になるというふうにですね、体制にどんどん取り込まれていきます。一方で少し離れた地域、これが外モンゴルですね。今のモンゴル国では清朝の支配が強くないというモンゴルの中でも距離感が、北京に対してのその距離感というのが生じてきます。19世紀末になると漢人、今の中国人ですね、の商人とか農民が内モンゴル自治区の方に居住するようになっていきます。これにはロシアの南下に備えて漢人を北方に住まわせて、防波堤にしようっていう狙いがあったようです。進出した漢人はモンゴル高原の人々の生活を一変させてしまいます。土地はその農民によって開墾されて、遊牧民の放牧地がどんどん畑になっていくと。で、金貸しはですね、無知なモンゴル人に金を貸して、返済できないと、家畜とか財産っていうのを奪っていくと。で、モンゴルの牧畜民の貧困化が進んで、で、ここで、清朝に対する敵対感情というのが高まっていきました。1906年に清朝の行政改革の一環で、モンゴルの資源の開発推進と新式軍の配備を行う政策が打ち出されて、1910年から、北京からその満州人の管理が責任者として、モンゴル高原に着任します。すでに反清感情が高まっていたモンゴルで、こうしてその独立運動というのが高まります。そんな中で1911年10月に中国で辛亥革命が発生します。これを契機として外モンゴルは12月に独立を宣言して、活物であるボグドハーンが帝位に推薦されて大モンゴル国が成立します。ボグドハーンは北京政府の強い影響下にある内モンゴルの統一っていうのを目指してロシアの援助を受けようと施設を送ります。しかし当時のロシアは中国との軍事衝突を恐れていた上に日本とも密約を交わしていて、外モンゴルをロシア、内モンゴルは中国の勢力圏にするということを確定していました。1915年にロシアと中国で締結されたキャフタ条約でも中国は外モンゴルの自治とロシアの権益っていうのを認めていて、代わりにロシアは内モンゴルの中国の総主権を認めるということが交わされていました。その外モンゴルの統一運動っていうのは、内モンゴル内でもあったんですけれども、その漢民族の支配が強くなっていた内モンゴルではすでにもう無理だと、実現が困難だという、もうこの段階ですでに難しくなっていて、中国もさらに絶対的にその内モンゴルっていうのを手放したくないということで、もうこの時代にすでにですね、この政治的な分離、外モンゴルと内モンゴルの政治的な分離っていうのが20世紀の頭の時点でも進んでいたというわけなんです。1917年、ロシアでロシア革命が勃発して、ついで、内戦が始まります。外モンゴル、ロシアの影響下にあるということを諸国が認めた外モンゴルでもロシアの影響下が低下して、そのロシアの影響力低下の空白を埋める形で中国の影響力っていうのが増大していきます。1919年11月に軍人であるジュソーが率いる軍がボグドハーンの宮殿を包囲して自治の放棄を迫ります。ボグドハーンはもうなすすべなくこれを受諾して、外モンゴルも中華民国の一部となってしまいました。こうしてその中国に併合されたことに対して、
モンゴルの諸侯は、絶望して、もうどうしたらいいんだ。独立のために何をすればいいんだということで、日本に期待する人々も中にはいました。ただ、日本は日本で、このシュベリア出兵、ロシア革命に対する、反革命運動ですね。反革命の軍事キャンペーンであるシュベリア出兵を機に、コサックのグレゴリー・セメオーノフと、その部下のロマン・ウンゲルンというこの二人の人物を支援して、バイカル湖東部に日本の傀儡国家であるザバイカル共和国を作らせて、それを共闘庫にしてモンゴル支配拡大を狙っているということで、日本も日本で、狡猾に動き回る存在だったわけですね、当時。で、このままでは、モンゴルという国が、この世からなくなってしまうという形で、危機感を強める人々は、独立のための革命運動に乗り出します。その中心人物が、ホルローギン・チョイバルさんという人です。彼は留学生としてイルクーツクの学校で学んでいたときに、偶然ロシアの2月革命に目の当たりにして、その熱気と興奮に感化されて、革命思想に傾倒するようになった人物です。その後、ウランバートルに帰還したチョイバルさんは、ソ連こそがモンゴルを解放してくれるというふうに信じて、ソ連領事館を拠点に仲間と結託して秘密結社を結成します。同じ頃、ウランバートル東部でも、元軍人のダムディンスフバートルからなる革命グループであるズーンフレイという組織が形成されていました。このチョイバルさんのグループとズーンフレイはコミンテル、共産主義インターナショナルですね、の支持を受けて1920年6月に合併して、モンゴル人民党という、ソ連共産党の衛星政党を決闘しました。1921年2月にロマン・ウンゲルンがウランバートルに侵攻して、駐在の中国軍を打ち破って、ボグド・ハーンを復位させます。ところが彼は重税とか強制動員とか、強奪とか、そういう何でもありの過酷な支配をウランバートルで開始します。ここでチョイバルさんらのそのモンゴル人民党は、モンゴル人民解放を掲げて、独立戦争の開始を決意して、総司令官ダムディンスバートルの指揮の下で1921年3月、人民義勇軍が軍事放棄を行います。同月に赤軍から支援を受けた人民義勇軍が中国軍をキャフタに追い払って、7月11日に革命政府を樹立しました。で、その後革命政府は1924年11月の君主であるボグド・ハーンの死を待って、モンゴル人民共和国の成立を宣言しました。こうして外モンゴルはソ連の衛星国となって世界で2番目の社会主義国が誕生することになります。こうして外モンゴルが独立したことで、内モンゴル、まだ中華民国の支配下にある内モンゴルもこれに合流しようじゃないかという動きが生まれました。1925年に内モンゴル人民党が結成されます。しかし、そのモンゴル人の諸侯の中では、独立はしたいけど、社会主義革命が起きて、自分たちの権益だったりとか財産っていうのが奪われることを恐れる人が多くいました。そのため彼らは中国政府による支配を、しぶしぶ受け入れて、代わりにその支配層としてのその立場っていうのを維持するという非常に消極的な立場を取ったわけです。1932年に日本が満州事変を起こして、それを機に満州国を成立させると、内モンゴルの東部、内モンゴルの一部ですね、は満州国の一部に取り込まれてしまうわけです。これを内モンゴル独立と外モンゴルとのその統合のチャンスであるということを考えた人がいます。モンゴルの王族の一人である徳王デムチュク・ドンロプという人です。徳王は日本の軍事力を利用して中国の蒋介石政権への牽制というのを行います。まず徳王は中国政府に内モンゴルの自治拡大っていうのを要求します。中国、蒋介石はその日本とモンゴルが関係が強化されることを恐れて、しぶしぶこれを認めて、1934年に蒙古地方自治政務委員会というのが結成されました。で、日本軍は日本軍で、この徳王を通じて、内モンゴルの影響力の拡大というのを狙っていたので、さらにその軍事力の内モンゴルへの浸透っていうのを図りました。で、ここで、日本軍という強力な後ろ盾を得た徳王は、1936年に蒙古軍政府というのを設立します。ある種内モンゴルのその自治拡大っていうのを図ろうとしたわけですね。で、これに蒋介石は激怒して、中国軍が内モンゴルに侵攻してきます。
ところが、運よくというか、1937年7月に盧溝橋事件が発生すると。で、こうすると、日本軍が内モンゴル西部にバーッと侵入してきて、内モンゴルに駐屯していった中国軍を追い払って、で、10月にフフホトで徳王を主犯とした日本の傀儡政権である蒙古連盟自治政府が成立しました。徳王はこの内モンゴルというのを、独立させるのみならずに、ソ連の衛星国であるモンゴル人民共和国も、自分の配下で統合して、さらにソ連の支配下にあるモンゴル系のブリヤート人が住む地域も含めて統合して、大モンゴルというのを成立しようじゃないかということを目指していて、そのための、ソ連に侵攻するための、武力の提供というのを日本軍に求めていました。ただ、日本軍はそんなにソ連と北方でことを構えることなんかしたくないし、絶対に嫌だったし、さらにこれ以上中国を刺激して、中国人の反日感情が、もともと高い状態だったのに、さらに火に油を注ぐのは、絶対に嫌だということで、徳王が独立宣言することを認めずに、蒙古連盟自治政府という、独立国なんだか、自治政府なんだか、なんだかよくわかんない宙ぶらりんな状態っていうのを続けさせたわけです。この蒙古連盟自治政府っていうのは、その後同じく日本の傀儡政権である薩南自治政府とか、新北自治政府とか、蒙強連合委員会とか、そういうのを1939年9月に合併させられて、蒙古連合自治政府というのが成立します。で、さらにこの政府は1940年に王朝明が南京で設立した中華民国南京政府に統合されてしまって、もう大モンゴルどころか、再び中国の一部に日本軍の手でなってしまうという、もうなんか日本軍の都合のいいようにいろいろさせられちゃっていたわけです。1945年8月の太平洋戦争の末期も末期ですよね、にソ連の対日宣戦布告がなされて、ソ連軍、それからモンゴル人民軍が満州、それから蒙古自治府にもなだれ込んでくるわけです。蒙古自治府の高官とかモンゴルの王族とかは、日本軍に協力していた者が多くいたので、もし仮に内モンゴルに中国国民党が進駐してきたらと、その国家分裂の裏切り者だということで処刑されることを彼らは恐れました。そこでソ連軍に保護してもらおうと思って北に逃げるわけですね。で、これらの逃亡組と手を組んだのが1944年に結成されていたモンゴル青年革命党です。彼らはモンゴル人民共和国が内モンゴルを併合することでモンゴル統一を成し遂げられるっていうふうに考えていたグループです。その徳王は内モンゴルがモンゴル人民共和国を併合することを目論んだんですけど、もう彼らはモンゴル人民共和国が逆にその内モンゴルを併合するということを狙ったわけですね。で、こうして、蒙古自治法の残党と、新日本軍ですよね。日本軍の新派と、モンゴル青年革命党のメンバーは、手を結んで、悪魔がったみたいな感じですけど、内モンゴル人民共和国臨時政府というのを設立します。この内モンゴル人民共和国は、ソ連とモンゴルが内モンゴルの独立を承認して、その後、モンゴル人民共和国に併合してもらうということを期待していました。しかし、ソ連もモンゴルもこの要求を拒否します。1945年8月に中ソ友好同盟条約が結成されて、中国がモンゴル人民共和国を承認する代わりに、ソ連は東トルキスタンとか内モンゴルに介入しない、干渉しないということを、中国とソ連は密約を交わしていました。さらに、モンゴル人民共和国の人々も、すでに内モンゴルって漢族が人口の 95% を占めていたので、内モンゴルを併合しちゃうと、人口の多数派、外モンゴルと内モンゴルを足しても、人口の多数派が中国人になっちゃうので、中国人国家になっちゃうじゃんっていうことを恐れたわけですね。こうして、内モンゴル人民共和国は、その構想、内モンゴル人民共和国の独立と、外モンゴルとの併合というのは、どうしようもなくなって、立ち行かなくなって、モンゴル青年革命党は後にその中国共産党に吸収されて消滅して、モンゴル自治法の残党は、ある者は逃亡し、ある者は中国への忠誠を誓って、内モンゴルの独立の夢っていうのは消滅してしまったというわけです。はい、ということでまとめです。
あそこはもともと俺たちの土地だったのにっていう感覚ってすごくいっぱいあるし、感覚はすごくよくわかるんですよね。モンゴルってついてるのに人口の大半は中国人だったりとか、本来は我々が治めるべき統治が外国の領土にあって、腹立たしく思うっていう感情は非常によくある。しかもそういう事例って結構あるんですよ、いっぱい。例えば、フィンランド人にとってのカレリアとか、セルビア人にとってのコソボとか、ソマリア人にとってのオガデンとか、なんかそういう本当は我々が治めるべき土地みたいな、そういう感覚って非常にあるんですよね。で、かつその反対の事例も実はあって、例えば、住民の多数派がもともとその外国人だったのを追い出しちゃったっていう事例も実はあります。例えば、リトアニアのケースですね。リトアニアの旧都はビルニュスという場所で、今もリトアニアの首都なんですけど、もともとビルニュスにはポーランド人が多く住んでいた。なんですけど、ソ連の占領下で、リトアニアはビルニュスからポーランド人を追い出して、で、リトアニア人を多数派にしちゃったというような事例もあります。ただ、今の現代のその国際社会だと、そうやって秩序を強制的に書き換えようっていうのは難しいんですよね。その法律、国際法もあるし、国内法もあるし、人道という観点からも、難しい。なんだけど、これを今やろうとしてるのが、もうこのチャンネルでも何度も言ってますけど、今のウクライナ侵攻をやろうとしているロシア。もともとウクライナの首都であるキーウは、ロシア語ではキエフって言って、ルーシ民族の発祥の地であるみたいな、そういうことを根強く言ってる。なので、ロシア人からするとやっぱ正しいかもしれない。ただ、その現実を無視してやっちゃってるっていうところがやっぱり問題。で、かつそれを今の時代やろうとしてるから問題っていうところもあると思います。なので、そうですね、この内モンゴルと外モンゴルの話で言うと、もし外モンゴルがもうちょっと強くて、人口が多くて産業が強くて、かつ、ソ連と中国の仲がすごくその時悪くて、で、ソ連がモンゴル人民共和国を使って中国と対決させようとして、で、それで内モンゴルにちょっかいを出しちゃったとか、そういうケースがあったとしたら、もしかしたら、2つのモンゴルは統一されていた可能性もなくはない。なのでそうですね、もう今後その内モンゴルと外モンゴルが、一つの国になるっていうのは、やっぱりちょっともう、現実的ではないだろうなということは思います。ただ、今、内モンゴルで、中国政府によるモンゴル文字の排除だったりとか、モンゴル文化を学校で教えないとか、そういう教育として、その子供の教育の現場の中で、そのモンゴル文化を排除しようという動きがあるというところは、これは、少数民族保護の観点とか文化保護の観点で、大きな問題であるというふうに言わざるを得ないと思います。はい、ということで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価の方もぜひよろしくお願いします。